凱旋門賞勝利のお祝いとしてノルマンディー地方を観光していたら8メートル様と呼ばれる地元の怪異を封印していた祠を壊してしまいその魔の手から逃れるために偶然里の家と縁があったガイドの民宿で一晩やり過ごそうとする里のダイヤモンドと里トレ。ダイヤ、凱旋門賞勝利本当におめでとう。ありがとうございますトレーナーさん。あの直線、最後までよく伸びたな。トレーナーさんが私を信じて送り出してくれたからです。勝ち切ったのは君の力だよ。だからこそ帰国までの時間を使ったこのノルマンディー地方の観光も全部俺が負担させてもらうつもりだったのに。里の家は観光事業も手掛けていますから。使える優待は使わないともったいないですよ。しっかりしてるな。きっと将来ダイヤはいいお嫁さんになるね。本当ですか？本当だとも、俺が太鼓判を押すよ。じゃあ将来はいっぱい尽くしますね。そうしてあげたらきっと旦那さんは喜ぶと思うよ。はい。それにしてもいいところだね。東京とは大違いだ。モン・サン・ミシェルも厳かだったな。お楽しみいただけたようで私も嬉しいです。日本に戻ったら忙しくなるだろうし今くらいは楽しもうよ。私はトレーナーさんと一緒ならそれだけで楽しいですよ。こちらで記念写真を撮りましょうか。ありがとうございます。ガイドさん本当に親切だな。地元で民宿も営んでいらっしゃる方だそうです。この辺りの自然にも詳しいとか。里の家ともご縁があるそうです。そうなんだ。偶然なんですけどね。偶然だぞ。偶然ですよ。トレーナーさん、あちらの岩の上に乗れば目線が近くなりそうです。危なくないか？大丈夫です。足場はしっかりしていますから。それに私、トレーナーさんと同じ目線で写真を撮りたいんです。だって今回のレースで私が勝てたのはトレーナーさんと同じ目線に立って同じ方向を向いてきたからです。ダイヤ。わかった。でも一応手は貸すよ。はい。気をつけてね。これなら本当に同じ目線ですね。ちょっと照れるな。私は嬉しいです。おっと、ガイドさんがカメラを構えてるな。ダイヤ、最高の笑顔で写ろう。はい、トレーナーさん。ダイヤ。大丈夫か？どこか打ったか？いえ、愛情たっぷりにトレーナーさんが受け止めてくれたおかげで特に怪我はありません。それなら良かったけど、愛情たっぷり？すみません、岩が崩れてしまって。俺がもっと注意すべきだった。すまない。トレーナーさん、待ってください。え？ガイドさんの表情、すごく青ざめてるようですが。本当だ、どうしたのかな？もしかして客に怪我をさせそうになってえらいこっちゃって思ってるとか？大丈夫ですよって伝えてきますね。トレーナーさんは待っててください。トレーナーさん、大変なことになりました。大変なこと？私たちは8メートル様の呪いを受けてしまったようです。8メートル様？このノルマンディー地方には8メートル様と呼ばれる怪異がいるそうです。八尺様じゃなくて8メートル様です。8メートルはでかいな。8マイル様じゃないだけマシですよ。確かにそうか。納得するんか。8マイルは約13キロだからそれに比べたら8メートルはかなり現実的だしな。先ほど私が乗ってしまった岩は8メートル様を封じる祠のようなものだったそうです。祠のようなものが普通に撮影スポットの近くに？土地に根付いた古い信仰だそうです。地元の方にしかわからない形なんでしょうね。ならガイドさん知ってるんじゃ。まやわかっちゃった。8メートル様は日没後にしか活動できずこの地域の外には出られないそうです。じゃあ今すぐこの地域を出ちゃえばいいんじゃない？もう日が落ち始めています。間に合いません。ガイドさんも言っています。日没後に外を移動するのは危険なので今夜はガイドさんの民宿に泊まり日の出まで部屋から出ないようにとのことです。そんなホラー映画みたいなことある？トレーナーさん、残念ながらあるそうです。トレセン学園がルール無用なのと同様にフランスもルール無用なんでしょうね。まあガイドさんがそう言うなら従うのが吉か。具体的にはどうすればいいんだ？ただ一泊すればいいのかな？部屋に入り清めの塩をまき扉を開けず朝まで2人で過ごすこと。だそうです。2人で？はい、離れると怪異につけ込まれるそうです。なるほど、そういう理由か。私、怖いです。大丈夫、俺がいる。
トレーナーさん。これでも俺は中央のトレーナーなんだ。海外の会であろうと襲ってくるなら返り討ちにしてやるさ。君は俺が守る。安心してくれ。はい。とまず民宿へ行こうか。ここに留まるのは危険みたいだし。でも念のため里の家にも連絡しておこう。その必要はありません。え？すでにガイドさんが連絡してくださったそうです。手際いいな。さすが里の家と縁のあるガイドさんだ。ここが民宿？すごく立派だね。海外仕様ですね。そういうもんか。俺は海外の民宿事情なんて知らないからな。それでは私たちが愛を語らいながら朝まで過ごす部屋を見に行きましょう。ああ、朝まで二人で過ごすってガイドさんが言ってたんだっけ。はい、離れると危険ですから。ダイヤ、少し嬉しそうじゃない？気のせいですよ。あと愛を語らいながらなんてさっきは聞かなかったけど。ガイドさんが言い忘れていたそうです。そうなんだ。おう、ベッドが大きい。天蓋もついてるし。怪異対策ですよ。天蓋って怪異対策なの？視線を遮る効果があるのかもしれません。なるほど、その発想はなかったな。部屋にはトイレも風呂もあるしこのまま明日の日の出までここで辛抱すればいいんだな。そうですね。でもなんであの風呂外側から丸見えなの？お風呂に入ってる際も怪異の襲撃を警戒できるようにですね。なるほど、理にかなっているんだね。そういえば食事は？ここらの一軒で急いでここに来てまだ夕飯を食べてないよ。大丈夫ですよ、ルームサービスで注文できますから。民宿なのにルームサービスやってるの？すごい行き届いたサービスだな。きっとそれくらいしないと観光業界内での競争に負けちゃうんですね。業界のことはわからないけど大変なんだね。それで私はこう言ったんですよ。負けないよ、北さんブラックって。まさに仲間でライバルだ。青春だね。それはそうとダイヤ。はい。俺たちは怪異から身を守るためにこうしてこの部屋にいるわけじゃん。そうですね。その割にはダイヤ、緊張感がないっていうか。さっきは怖いって言ってたのに。これはあれですよ、ゾーンに入ったんです。ゾーン？怪異を警戒するあまり極限の集中状態に入ったことでむしろ冷静になると言いますか。それにトレーナーさんが一緒にいれば怖がる必要なんてありませんし。うん、それは間違いない。誓うよ。ダイヤのことは必ず守るって。トレーナーさん。ガイドさんの声だ。開けますからちょっと待ってください。トレーナーさん、開けてはいけません。でも、怪異は人の声を真似るそうです。知っている人の声を使って扉を開けさせるのが手口なんです。危なかった。普通に開けようとしてたよ。守るって言っておきながら、ごめん。いいんですよ。二人で支え合えば。この調子で朝まで頑張りましょう。またノックだ。しつこいな。やっぱりガイドさんの声で何か言ってるみたいだな。トレーナーさん、ここは私に任せてください。ダイヤ？大丈夫です。私を信じて。それに私に何かあったら助けてくれるんですよね？当然だよ。ふふ、なら安心ですね。無茶はしないでくれよ。ダイヤ、どうだった？追加の食事を持ってきたと。食事はもう部屋にたっぷり用意されてるよな。はい、ですから偽物です。でも声が本当にガイドさんっぽかったね。だからこそ危険なんです。電話も危険です。出ないでください。そっか、わかったよ。でも表示されてるの里の家の使用人の方なんだけど。身近な人間に化けて油断させるのが怪異のやり方なんですよ。あ、留守電に記録が。これは聞いても大丈夫？ええ、留守電なら問題ありません。じゃあ再生して。お嬢様のいたずらにお困りではありませんかって。いたずら？こんな危険な状況だというのにいたずらなんてするわけありません。私だって TPO くらいわきまえます。まあまあ、状況を理解できてないんだろうし仕方ないよ。そう気を悪くしないで。トレーナーさんがそう言うなら。あれ？どうしました？おかしいな。この状況はガイドさんが里の家に連絡してくれてるはずじゃ。トレーナーさん危ない。うおー。
怪異が私たちの中を裂こうと卑劣な心理戦を仕掛けてきました。そうはさせません。私とトレーナーさんの間には誰も入り込ませませんよ。痛い。折れるちゃん。トレーナーさん、どうしました？これが世界レベルのパワー。しかし俺はこんなところで倒れるわけにはいかない。無事にダイヤを日本に送り届けなければ。ひどい。これも怪異の仕業ですね。出てきなさい。この私が相手になります。トレーナーさんにひどいことをして、許しません。停電。大丈夫ですトレーナーさん、私がついてます。私から離れないでください。絶対に守ってみせますから。お願いだから、離して。離れないでください。離れないっていうか、逃げられないっていうか。逃しませんよ。あばばばばばばば。すいません。トレーナーさんの安全を思うばっかりに無我夢中になってしまいました。いいんだよ。ありがとうね。なんやかんやあったけど夜も深まってきたしもう少し耐えれば日が昇る。なんとかなりそうだね。いけませんトレーナーさん、最後の最後まで油断は禁物です。レースはゴール板を越えるまで何が起こるかわからない。トレーナーさんの教えです。ははは、その通りだ。よし、気を引き締め直して頑張ろう。はい。はトレーナーさん。いや、なんか不甲斐ないなって思ってさ。もし俺がカフェトレやマートレのように怪異に真正面から立ち向かえるだけの腕があればダイヤに怖い思いをさせずに済んだのに。私は嬉しいですよ。え？だってこうしてトレーナーさんと一緒に同じ恐怖を感じることができるんですから。確かに怖いですけど、それ以上に嬉しいなって。ってちょっと不謹慎でしょうか。ダイヤ。トレーナーさん。お願いです。これからも私だけを見てくれませんか？それは。私にはトレーナーさん以外考えられません。これは私のわがままだってわかってます。でも、私の偽りない本心なんです。え？気のせいかな？窓の外で何か動いたような。動いたというか、大きな影が通過したような。トレーナーさん、外を見ないで私だけ見ていてください。うわー。頭が、万力で締められているようだ。怪異の仕業です。怪異8メートル様です。窓を叩く雨音にしては違和感がある。ダイヤ、状況を確認したいんだけど、頭を固定しないでくれないか？ダメです。トレーナーさんは私を見ていてください。でも本当に8メートル様がいるか確認しておきたいし。確認してはいけません。見たと認識することが道を作ります。なんかそれっぽいリーダー。見てはいけない、認識してはいけないってのはよく聞くよな。なんか意識が。トレーナーさん。トレーナーさーん。トレーナーさん、気がつきましたか？あれ？俺はどうしちゃったんだっけ？トレーナーさんは怪異の攻撃で気を失ってしまったんです。そうだったっけ？はい。気を失ったトレーナーさんを解放していたらいつの間にか朝日が昇り始めています。そっか、迷惑かけちゃったね。迷惑だなんて。私こそトレーナーさんにお礼を言わないといけません。俺は何もしてないよ。ただでさえ気を失っちゃったのに。トレーナーさんの存在が私という馬娘を強くするんです。ダイヤ。守ってくださってありがとうございます。俺だって君がいるから頑張れた。私が？自分だけだったらもっと怖かったと思う。君を守らなきゃって思えるから踏ん張れたんだ。トレーナーさん。必ず帰ろう、日本に。はい、一緒に帰りましょう。ダイヤ？すいません。ほっとして気が抜けたみたいで。無理しなくていい、俺が運ぶ。ガイドさんに挨拶だけして一刻も早くこの土地を離れよう。ガイドさん、何か言ってるな。またのお越しを心よりお待ちしております。だそうです。この状況でまた来ることあるかな。怪異についてはガイドさんは悪くありませんから。確かにそうだね。それに里の系列の施設では大切な言葉です。里の系列。
さあ行きましょう、トレーナーさん。今里の系列って言わなかった？気のせいです。まあいいか。なんだなんだ？トレーナーさん、たくさんの記者さんがいます。大専門賞を制したダイヤへの取材か。情熱的な記者さんたちですね。ともかくダイヤ、俺たちは一刻も早くここから離れないといけない。すまないけどそう話してもらえるかい？すいません。まだ意識が朦朧として。そっか、なら俺が何とかする。フランス語話せましたっけ？いや、実はあんまり。ではこのメモを読み上げてください。それでこの場を切り抜けられます。助かるよ。皆さん、聞いてください。エレ、モン、ビジュー、イントンスヌイユ、マシェリ。なんだ？まだ話してる最中だってのにまるでモーセの実会のように記者さんたち道を開けてくれたが。記者の方々が感動しているように見えます。確かに。何にせよ悪いようには受け取られていない、か。あちらに里の家の車が到着しています。あれで空港まで行きましょう。待って、あの車いつからいたの？トレーナーさん、今は乗りましょう。海位から逃れないと。うん。これはどういうことなの？どうしました？飛行機に乗って落ち着いたからフランスのウェブ新聞を読んでみたんだ。さっきの取材が気になったから。はい。もしかしたら翻訳アプリが妙な翻訳をしてるだけなのかも。トレーナーさん、聞かせてください。ああ、じゃあ聞いてくれ。眠れぬ夜を越え最愛の彼女を腕に抱き朝日と共に現れた勇敢なトレーナー。彼女は僕の宝石。彼は拙いフランス語で愛馬への深い思いを隠さずに語った。まあ、あの場を切り抜けられるからってダイヤから渡されたメモを読んだらこうなってるんだけど。凱旋門賞の後異国の地で怪異に襲われ一晩中私を守り朝には記者の前で愛を宣言する。素敵な物語ですね。でもさ、大丈夫です。悪いようには書かれていません。そうかもしれないけど。実際トレーナーは記者になんて言ったの？彼女は、僕の宝石、濃密な夜、愛しい人、みたいな意味合いだと思われる。いや、冷静に考えるとおかしいな。はい？記者が来るのが早すぎる。仕事熱心ですね。向いの里の家の車もタイミングが良すぎる。世界の里のですから。ガイドも民宿も部屋も全てにおいて手際が良すぎた。海外の方は親切ですね。そもそも8メートル様って本当にいるのか？海外の記者を使って自分に都合のいい記事を書かせるための壮大なやらせだったんじゃないか？全部ダイヤの契約だったんじゃないか？さすがトレーナーさん、真実に至ったようですね。くそ、はめられた。はめるのはトレーナーさんですよ。8メートル様みたいな怪異の出任せを信じた俺がバカだった。8メートル様は実在しますよ。え？ 8メートル様は実在しますよ。ガイドさんも記者さんも実在するからこそ私の契約の一部として組み込めました。同様に8メートル様も実在するからこそ組み込めたんです。嘘でしょ？実在するの？はい。深夜に窓の外を何かが通過したとトレーナーさん言いましたよね。言ったけど。あれ8メートル様ですよ。マジで？実際にトレーナーさんが8メートル様を視認してしまうと部屋に侵入されて二人きりの時間を邪魔されてしまうので必死に阻止したんですけどね。本物の怪異をプランに組み込むな。里の家のリゾート事業では非日常体験も大切ですから。それにトレーナーさんは私を守ってくださいました。それは守るよ。本物だったならなおさら守るよ。はい、とても嬉しかったです。なので飛行機が日本に到着するまでたっぷりとお礼をしますね。なんてこった。俺は最初から最後までダイヤの手のひらで踊らされていたのか。トレーナーさん、逃げ場はありませんよ。うわー。もうこれダイヤちゃんこそ本当の怪異だろ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。